皆さんこんにちは。アクタス商品開発の野口玲と申します。よろしくお願いします。前回、家具編という形で、アクタスのスタッフの方が今年おすすめしたい、実践使ってよかったなと思ったようなアイテム、ご紹介いただいたんですけど、それの今回正面編をですね、新しく撮影させていただければと思います。瞬発力企画ですね。そうです。照明はアクタスの中でもすごくバリエーションというか、ラインナップが多い話を聞いていて、その中でも今回は一応ベスト8に繰り出していただいてご紹介いただければと思います。わかりました。照明のデザイン結構あんま難しく考える必要ないんじゃないかなと思ってて、なんか明かりが取れるんだろうかとか、照明計画はみたいなことをよく考えられる方も、それもすごく正しいんですけどね、そこばっか考えてると選ぶの楽しくなくなっちゃうんですよね。なんだかんだついてない時間の方が多いじゃないですか。だからついてる時もついてない時もこれがデザインとして自分が気に入っているかどうかっていうところがまずすごくとっても大切で、例えば自分が気に入って買ったものとか、なんか思い出があるものとかっていろいろお家の中に置かれてるじゃないですか。でこれをどういった明かりの中でやっぱ見るのか、綺麗に気に入ったものって見れる方がやっぱりいいじゃないですか。そういった意味で楽しんでほしいし、結構そういうふうに物に愛着を持つとかそういったことにも結構つながるのが照明選びなのかもしれないんで、なんかあんまり難しくなく楽しく話してみたいなと思います。はい。じゃあ頑張ります。よろしくお願いします。一つ目がこちらです。これ。はい。ルクリントのラメラですかね。はい。ルクリントのラメラですかね。ルクリントンは本当にデンマークの中でもすごく歴史あるブランドです。日本の折り紙に着想を得て、職人さんの人たちが一個一個また手織りで本当にハンドメイドで作ってるのがルクリントの照明です。でラメラは比較的新しいデザインなんですけど、プリーツの幅がすごい繊細で細かいんですよね。だからこの折り紙のこのディテールがすごくラインが綺麗に見える照明かなっていうふうに思います。であとそこはかとなくあるこういうディテールですね。こういったところがクラフトっていうよりもルクリントンの照明の中でもすごく品よく表現されてるのがラメラじゃないかなと思います。なんかさもすると和っぽく見えるかもしれないんですけど、でもなんか和の要素もすごく控えめで、それ以上に洗練さみたいなものが前面に出てくると思います。でこれペンダント照明なんですけど、サイズのバリエーションとか、あとシーリングライトとかも確かあるはずなので、このデザイン性をいくつかお部屋の中にポンポンって置いてあげると、なんか空間全体本当に爽やかにまとまるんじゃないかなと思います。意外って言ったらすごく失礼なんですけど、照明こそもっとすごいド定番によると思ってたので、不思議じゃないんですけど良いと思います。はい。次はこちらですね。フリッツ・ハンセンの、カラバッチョ。そうです。すごい好きです。はい。僕家で釣ってます。ちなみに。そうなんですね。はい。いやこれは2000年代のデザインだと思うんですけど、ここ20年ぐらいで生まれた名作照明の一つだと思います。デザイナーさんセシレマンツさんで、こういう感じの照明ってすごい牧歌的に仕上がってしまうものが多いんですけど、ここのラインがすごい綺麗なんですね。ここが柔らかくて、ここから伸びるストレートがすごい印象的で、だから柔らかさもあるんですけど、その中ですっきりっていうんですかね、本当に綺麗に見えるそういう照明だと思います。でここの釣り方とかもすごく上に光源が逃げるようになってる、ここの機構もすごくよく考えられてるし、すごくサイズバリエーションもものすごいいっぱいあるので、なのでダイニングテーブルの上とかカウンタートップとかいろんなところに多分つけやすいと思います。あとセシレイ・マンツさん、やっぱり色のチョイスがめちゃめちゃ綺麗ですね。他の照明にはない色を楽しめる照明なんですけど、彼女らしい北欧らしい色の世界を楽しめるっていうのもすっごく良いんじゃないかなと思います。
さっきサイズバリエーションって言ったんですけど、すっげえでっかいのも実はアクタス新宿店のカウンターの上にもものすごい、あれですか？はい、すごいものすごいでっかいのもあったりとかして、でもなんかすごい大きくなってもデザイン性の美しさ変わらないですよね。このいろんなバリエーションがありつつも、でもこの照明が持っている美しさが変わってこないっていうのもこのカラバッジョのいいところ。もともとはね、赤いコードで黒のシェードでデビューをしたんですよ。で、画家のカラバッジョの画風から着想を得たカラーバリエーションだったんですけどね、そこからセシリエさんらしいすごく美しいカラーバリエーションが定期的に展開されているので、その時々に応じて選ぶ楽しさまた変わってくると思います。続いてがですね、はい、こちらのアラビックリントなんですけど、スノードロップ。そうです。はい。お客様にもすごくここ数年ご好評いただいてるっていろいろ報告を受けてます。さっきのラメラとちょっとデザイン性違うんじゃないかなってお分かりいただけると思うんですよね。さっきのラメラがもっと曲線美でクリーンなプリーツになってるのに対して、このスノードロップのシェードはよりなんかルクリントの伝統的な形を踏襲してるんだと思います。で、デザイン自体は割と新しめだと思います。お花がモチーフになってるんですけど、すごくいいですよね。なんか実は動くんですよ。ファンクション照明でもあるんですけど、動くっていう機能がこの中に見えないっていうことですよね。だから動くこと自体が可動部とかが見えてデザインを失ってしまうっていうこともなくはないと思うんですけど、この綺麗なデザインの中にその可動部がしっかり内包されてて、造形を失わない。でかつ動かすことによってお花の愛らしさみたいなもの、風に揺れて垂れる感じが変わってくるみたいなものもすごくポエティックじゃないですかね。これもすごく体の近くに寄ってくれるので使いやすい。そしてインテリアの中でも、スタンド照明ではあるんですけど、アート性高く使っていただけるんじゃないかなと思います。5位に行きましょうか。はい、お願いします。お願いします。はい、5位近いです。近いです。どこでしょう？後ろにありますアルテックのゴールデンベルですね。そうです。なるほど、わかりました。これはアルテックの通称ゴールデンベルと呼ばれる照明で、もうフィンランドデザインのを代表するといったらもうアルバ・アルトさんになるんですけど、アルバ・アルトがヘルシンキのサボイレストランのためにデザインしたのがこの照明だと思います。造形もすごく綺麗ですし、ちょっとここだとわからないんですけど、この柔らかいスリットから漏れるこの辺の明かりも陰影をすごく壁に映り出してくれるそういう照明だと思いますね。で、色の展開も多分結構ある。で、これはコーティングされてるタイプになるんですけど、サボイっていうバージョンが確かあって、真鍮で、かつ塗装されてないので真鍮がどんどん腐食していく、経年美化していくようなそういうバージョンも実はあったりとかして、それ出た時アルテックすごい攻めてるなと思ってるんですけど、そういう経年変化とか嫌がる方も多いかもしれないんですけど、そういう素材の経年変化を楽しんでいただけるバージョンもあるのも特徴的だと思います。黒でもめちゃめちゃ可愛いです。僕黒結構好きです。このきらめきがあるのも好きなんですけど、黒で空間の中にガシッとしたアクセントを入れてくれるバージョンもすごく魅力的だと思います。4位は、はい、これはもう定番なんですけど、これか。AJ です。なるほど。キリッとしますね。なんかさっきのスノードロップを多分置いてるシーンがここにあったとすると、なんかインテリアにこの照明が存在としてどこまで寄与するのかっていうのは多分すごく対比ですごく面白いんじゃないかなと思います。で、ド定番だと思います。今までの照明とちょっと違うのは、照明って明かりをお部屋の中に回すっていう機能を持ってる照明と、あと手元灯って言って人をしっかり照らすっていう、この大きく分けてこの2種類あるんですけど、この AJ はその手元灯の方なんですよね。で、シェードの方向がもう下向きになっているので、下にしっかり光が出てくるんですよね。
お家の中で人がいるところってどこなのかなっていうことを考えてあげて、でそこにしっかり置いてあげるっていうのがすごく大切だから、美しくもあるんですけど、より機能的に使えるのが多分 AJ なんだと思います。だからこうやった時にしっかり光が来るんですよね。だから読書しかり、携帯でも iPad でもいいんですけど、こういうふうに自分の周りをしっかり照らしてくれるのがいいですね。照明を考える時ってお部屋を明るくするのではなくて、人の周りに明かりをちゃんと置いてあげるっていうことを考えることがとても大切なんですけど、これはもうまさに人の近くに置いてあげるととてもいい照明なんだと思います。小難しいこと言ったんですけど、楽しく選んでもらえれば基本的には良いと思います。3位です。はい。今目の前に吊るされている。フロスのメイデー。そうです。結構意外でした。意外なものが来ましたね。でもいいんじゃないですか。これはイタリアのフロス社が作ってて、コンスタンチン・グルチッチっていうデザイナーがデザインしたロングセラーなんですけど、価格もまだねお求めやすいと思うし、今日ここまで紹介してきた照明って完璧主義っていうわけじゃないですけど、ものすごい完成度じゃないですか。これが完成度がないとかそういったことではなくて、なんかノリがいいですかね。なんかこれちょっとかけてるんですけど、結構コードもこれめちゃめちゃ長くて、いや長かったら巻いちゃえばいいじゃんみたいなノリがいいですよね。だからなんか空間自体がふっと和らぐ笑顔になるみたいな、その存在僕重要だと思ってて、なんか全部すっごい真面目に突き詰めて選んでしまうのもいいと思ってるんですけど、いや突き詰めてこれを選ぶのももちろんいいんですけど、そうじゃなくてこの感じいいねっていうぐらいでなんか取り入れられる、そのなんかちょっとしたゆるさみたいなものが照明でできるっていいと思うんですよね。感情的に変えるというか。だからこのコード自体も、いやなんか何センチにカットしてるかそういったことじゃなくて、いやコード長かったら巻いちゃえばいいじゃん、ちょっとダラッとしててもよくないみたいな、そのくらいの感覚ってすごく良いと思ってます。でゆるゆる言ったんですけど、これ自体は多分モーマーのコレクションにもなってるし、多分イタリアの、コンパソドーロっていうデザイン賞も取ってるはずなんですよね。もう20年30年近くかな、多分続く名作照明なんですよね。でもこういう存在も大切。僕好きです。もうフロス自体はすごいもう完成度の高い照明からいろいろあるんですけど、この存在はなんかフロスを改めてユニークなブランドとして存在させてくれるような、なんか一つの象徴みたいな感じなんじゃないかなと、すっごい振り幅だと思います。北欧で来たんで、なんかこの存在が3位って割り嬉しいですね。2位は、はい、ウィスポーセンこれ PH シリーズです。でも1位じゃないんですね。そうなんですよ。なるほど、わかりました。多分ね、お客様はやっぱり定番の照明としてお買い求めいただくケースがやっぱり多くて、うちの多分スタッフでもやっぱり好きで買う人多いと思うんですけど、1位じゃない。なるほど、わかりました。これ自体も PH5 っていう照明なんですけど、PH4-3 とか 2-1 とか本当にさまざまな造形美を失わないバリエーションがいっぱいありますね。もう本当にもう北欧の照明のアイコンとして存在する、北欧が好きな方だったら多分ほぼ皆さんご存知の照明、なんだと思います。これ今明かりついてますけどね、消えててもやっぱり美しい、本当に完成度の高い照明だと思いますし、プラスやっぱり明かりの落ち方っていうのがすごく均質で綺麗ですよね。だからさっきのフロスのメイデーとはまたちょっと全然真逆かもしれないんですけど、やはり暮らしを美しく照らしてくれる、身の回りにこうやって置いてあるものもやっぱりすごく美しく見せてくれるような、そういう照明なんだと思います。
きになったら嫌いにならないんじゃないですかね。なんか魅了されたら本当に忘れられない照明だと思いますし、明かりなんかは特に北欧と日本だと日光の入り方が全然違うじゃないですか。だから明かりに求める照度みたいなものもやっぱり国、文化、立地によって全然変わってくるんですよね。で、北欧で生まれたこの少し暗めの照明っていうのが全然違う日光文化の日本でずっと受け入れられてるっていうのも不思議であり魔力であり、でもなんか納得っていう感じがします。ちょっと大きいなっていう方はもう少しサイズダウンしたようなバリエーションでもいいかなと思うし、この造形美を失わないようないろんなバリエーション今出ているので、これ一番クラシックなタイプで、この内側のところに少しパープルの色が入っていて、これで明かりの効果を少し変えてあげる。で、少しのアクセントになってるっていうタイプなんですけど、逆に外側に色を持ってくるようなタイプで、より空中に浮遊するオブジェのような感じで、そういう感じで存在できるような PH5 もあるので、色のバリエーションから本当にあんまり深いこと考えず好きな色でお選びいただいて、でも間違いない照明の効果も得られる定番中の定番だと思います。じゃあこの強敵 PH を破ったと言いますか、破ったというほぼ僅差だったんですけど、同じくウィスポールセンのものになります。何でしょうかね。ご案内します。はい、お願いします。こちらです。はい。他のものもいっぱいあるんですか。いっぱいありますけど、これですね。そうです。なるほど、わかりました。パンテラですね。このポータブル型の照明が出て、なおさら火ついたっていう感じなんじゃないかなって思いますね。可愛らしい造形がサイズダウンして持ち運べるっていう風になった時に、その魅力が増したっていうことなんだと思うんですよね。これバーナー・パントンっていう方がデザインしたものになるんですけれども、そのデザインを生き残らせるためにすごくいいバリエーションの持たせ方、魅力が増したっていうタイプで、多分それで評価されて、多分色のバリエーションが今多分すごく皆さん気になってるんだと思います。で、ポータブルいいですね。照明ってこうコードでつながれて、どこか一定の場所に置いとかなきゃいけなかったものなんですけど、やっぱり人と一緒に動いてくれるわけですよね。で、明かりって人の近くに置いてあげることがとっても大切になるんですけど、人と一緒に動いてくれるので、リビングに置いておくのもいいし、ちょっとテラスに置いてもいいし、最終的にこう持ち運んでベッドルームでもいいので、すごく照明のこう概念自体を変えてくれたんだと思います。で、最近で言うと70年代とか80年代のポストモダン的なデザインのムーブメントみたいなものもやっぱりあって、業界的にもちょっとこの感じのデザインっていうのが再燃してる時期かもしれないですね。ポータブルで跳ねる可愛さ増大、割とデザインのムーブメントもその年代ぐらいのものが今ブワッと来てたりとかするので、そこでさらに追い風ブワッとで、かつポータブル、家の中でやっぱ機能的に使いやすいって暮らしててみんな感じたから買ってよかったなんだと思います。これももうずっと長く販売してますけど、こんなに人気が出たかってこのポータブル出てから再認識、いろんな人たちが再認識したデザインだと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。見て感情で喋ってるので大変楽しいですけどそうですね、毎回無茶ぶりになっちゃうなと思いながら野口さんしか頼める人いないなと思って毎回お願いします。そんなことない。でもすごい楽しかったですね。で、やっぱり明かりの文化って北欧がやっぱり独特な世界を持ってきてくれるので、なんかそれをうまく取り入れてて穏やかさを家に持ち込んで、それがやっぱりいいなって思ってるのもすごく納得があったし、その中で第3位でしたっけ、なんかフロスのメイデーみたいな、なんかいいじゃんこの感じでみたいな、そういうなんかデザインのノリみたいなものの楽しさをいいなってなんか思ってくれてる人もいて、なんかちょっと振り幅あってすごく良かったなって思います。で、照明のデザイン本当に選ぶの楽しいと思うんで、
ただなんか明るくしなきゃってちょっと堅苦しく考えるとどんどんつまんなくなってくるので、ちょっと最初も言ったんですけどね、まずこれ好きかどうかで、なんか色のバリエーションがあったらこの色好きかどうかから入ってあげて、あとはもし明るさが足りなかったらちょっと足してあげるっていうことがやりやすいのが照明だと思うんですよね。日本も春夏秋冬日光の入り方違うし、日の出の時間も違うし、明かりの使い方違うと思うんですよね。だから1年ゆっくり見てあげて、足りない時になって感じた時に1個ポンって置いてあげて、使わなかった時は消しといてあげていいし、でも消しといても気に入ったものだったら可愛いじゃないですかっていう存在として選んであげるとすごい楽しいと思います。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。